こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとしてインターンシップについて解説をしていきたいと思います。最近の少子高齢化に伴う人手不足がありますので、新卒がなかなか取れないという会社も多いかと思います。そして新卒が取れない、という形になりますので、採用戦略の方を新卒から中途に切り替えているという会社もどんどん増えているという状況です。ただ、新卒の採用自体はやはり必要という形になりますので、パイが少なくなっていく中で、今度は新卒の学生より良い人を採用していこうという形でインターンシップに取り組む会社が増えてきております。このインターンシップですけれど、2025年3月卒業対象の方から内容が変わっておりますので、その内容について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、今のインターンシップの現状についてまずは見ていった中で、そもそもインターンシップとは何かを解説をしていきたいと思います。改正前のインターンシップと改正によって定義づけされたインターンシップの内容について、そしてインターンシップ学生のキャリア形成支援活動というのが4類型に分類をされましたので、その分類の内容、そしてその中でインターンシップに該当するものは何かといったところ、4類型とその特徴について見ていきたいと思います。そしてインターンシップですけれど、受け入れる際のポイントについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずはインターンシップの現状について見ていきますけれど、このインターンシップを実施をしている企業割合ですけれど、5000人以上の会社ではもう9割方実施をしているという形になっており、半分以下のところは300人未満の会社 47.6% という形になっておりますので、300人以上の会社ではですね、もう7、8割方もうインターンシップを行っているといった状況になっております。そしてこのインターンシップの対象年次ですけれど、やはり採用をイメージをしているところもありますので、学部生としては3年生ですね、こちらが一番多い。そして修士に関しては1年生という形ですね、卒業を少し控えているところと、また実施日数に関しまして一番多いのが2日から4日というのが多いという状況です。そしてインターンシップにおける就業体験の有無ですけれど、就業体験を行っているというのが圧倒的に多い7割、8割方ですね、就業体験を行っているといった状況で、もうある程度の規模の会社においてはインターンシップは必須という形になっているのがこの現状かなというふうに思います。そしてそもそもですね、インターンシップとは何かなんですけれど、こちらはですね、改正がありまして、インターンシップの取り扱いが少し変わっております。改正前におきますと、就業体験というのは学生のキャリア形成支援という形になりますので、採用活動とは別と定義づけをされております。そしてこの採用活動で就業体験情報というのをですね、活用するのはいけないと、不可という形になっております。ただですね、こちら参照合意でインターンシップというのは行われているんですけれど、このインターンシップ、そもそも学生のキャリア形成といったものについての定義の見直しがされまして、さらに類型化を2022年の6月にされたという形、そしてその類型化された中の一部要件に該当するものに関してはインターンシップとして取りいうことができて、なおかつ採用に利用できるという形になっております。ではその学生のキャリア形成に対する支援活動というのはどういう分類があるのかというものですけれど、大きくですね4つに分類されました。1つはオープンカンパニーと言われるもの、2つ目がキャリア教育、3つ目が汎用的能力専門活用型インターンシップ、4つ目が高度専門型インターンシップと言われるものになっております。3番4番についてはインターンシップという言葉がついております。
そして1番2番にはついていないという形になりますけれど、インターンシップというのは学生がその仕事に就くための能力が自らに備わっているかどうかを見極めることを目的として、自らの専攻を含む関心分野、将来キャリアに関連した就業体験を行う支援活動というように定義づけをされて、こちらですね、インターンシップに該当する場合は取得した学生情報を採用活動に活用ができるという形になっております。したがいまして、ここの定義づけで4類型ありますけれど、学生の情報を採用活動に利用できるというのは3番と4番だけという形になります。ではですね、この学生のキャリア形成の支援活動の4類型ですけれど、さらに少し詳しく見ていきたいと思いますけれど、まずはオープンカンパニーと言われるもの、こちらはですね、情報提供を目的とする支援活動になるので、自社ですとか業界の魅力を伝えることができるという活動。そして2つ目がキャリア教育です。こちらは教育を目的とする支援活動であり、自社の CSR の一環として実施をするもの。実施日数としてはだいたい1日から3日が一番多いのではないかなというふうに思いますが、 CSR 社会的責任と言われますけれど、会社がですね、顧客ですとか従業員に対して自社の環境や次世代などへの配慮を説明する責任というのが CSR というふうに言われております。そして3つ目が汎用的能力専門活用型インターンシップと言われるもので、対象の年次はですね、学部生の3年生、4年生、修士の1年生、2年生という形になっている。このインターンシップはさらに2つに分かれてきておりまして、汎用能力型と専門活用型となってきている。汎用能力型につきましては専攻や分野は問わないんですけれど、専門活用型に関しては特定の専門性を重視するものという形になっています。そしてさらにですね、高度専門型インターンシップという形で、こちら対象は修士の方を対象としているもので、さらに2つに分かれるんですが、ジョブ型の研究のものと高度な専門性重視のものという形になっておりまして、それでですね、2ヶ月以上もしくは2週間以上の雇用というのを前提としているという形になっております。そしてこの学生のキャリア形成の支援活動4類型のうち、インターンシップと呼んでいいのは下の2つ、汎用的能力専門活用型インターンシップと高度専門型インターンシップ、この2つをインターンシップと呼んでよいと。逆に言えばオープンカンパニーとキャリア教育に関してはインターンシップと呼んではいけないという形になります。ただですね、高度専門型インターンシップに関しては現段階でまだ詳細があまり固まっていないと、テスト段階、試行段階という形になりますので、実質的には汎用能力専門活用型インターンシップがインターンシップという形になるかと思います。そしてこのインターンシップ受け入れる際のポイントですね。まずは賃金についてですけれど、こちら実務の体験なのか業務なのかといった区分が非常に重要になってくる。業務になった場合は当然ですけれど、最低賃金法の適用がありますので、最低賃金を下回ってはいけないという形では、この実務体験なのか業務なのかの区分のところですけれど、企業側からの業務に対する指揮命令があるのかないのかですとか、学生が行った活動の結果に対する企業側の利益の有無、そういったところを判断をして、体験なのか業務なのかというのを判断をしていただきたいと思います。またですね、雇用について、もちろん雇用になりますので労働基準法が適用される。そして労働基準法適用されますので労働条件の明示も必要、労働時間の遵守も必要、そして法定外の場合は割増賃金が必要という形になっています。また場合によってはですね、定時制等の場合にはですね、雇用保険、社会保険の加入も必要になってくることもあります。
そしてその他として、やはりですね、企業の業務に関わる場合には、秘密保持といったところも、情報流出の防止も対策をしなければいけませんので、秘密保持への対策も必要と。またさらにですね、もうすでに企業には義務付けされておりますけれど、ハラスメント防止ですね、こちらの対策もしっかり行っていくと。またさらにですね、インターンシップの学生へのハラスメントに関する配慮規定というのも、労働施策総合推進法ですとか、男女雇用機会均等法などで配慮規定が定められておりますので、こういったハラスメント防止に対しても対策をしてほしいと思います。そして最後に注意点のまとめになりますけれど、最近の少子高齢化によって採用政策が転換をしている、中途採用比率というのが今過去最高で 43% という形になっていて、新卒から中途採用に切り替えている会社が多いといった状況です。そんな中でインターンシップ取り組む場合はですね、インターンシップのメリットとしては、やはり人材育成、新卒社員の育成の第一歩として使えるといったところ、また離職の防止ということで、採用後のミスマッチを防止するためにインターンシップは非常に有効という形になります。そして人材の発掘ということで、将来有望な人材を見極めることができるといったところがインターンシップのメリットではないかなと観察で思っております。今後ですね、さらに厳しさを増していく新卒採用ですけれど、インターンシップを利用してより良い人材を雇用してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。